イボハ、やったか。マッシュ、いける。いけカット。審判の時に雷とか打っても綺麗にすれば、あなたはそれほど大きなパワーアップを使用していません。チタミン、いける。いける。もうやつらはいらん。時間が足りない。時間が足りない。いや1秒足りない。チタミン、パマ、カット、マッシュ。どうも、チョベリバ長官です。今回は配信で悔しい思いをした異様の闇釈明9弾をやっとクリアできたので、編成などをご紹介いたします。編成は前衛はアセリカ、モーラ、テイリー、ソニア、後衛はラブリル、ダラクフレイ、ゼラ、エヴァンになります。前衛組でボスの攻撃力を減少させ、後衛はエヴァンのバリアで大抵安定させる戦法です。前衛に増悪の嵐が来た時はオアシスの加護で前衛を守ります。ゼラの闇の覚醒からラッシュをかけるときはダラクフレイの S2 バリアとエヴァンの S2 魔法陣で攻撃速度を上げ、ラブリルの S2 で攻撃とクリティカルダメージを伸ばして S1 を連打すると DP 数が上がるため、こちらを意識して使います。エヴァンのバリア発動に失敗しましたが、ボスの攻撃力を落としているおかげで耐えきれました。罪悪の木が来たのでゼラのソウルエポン、ダラクフレイとラブリルのソウルエポン、ラブリルの S2 でラッシュをかけます。また釈明の MP を0にすると火ダメージが増えるので、過去の雷を使うことも重要です。66% の木のキャンセルに成功しました。ここからが本番なので、エヴァンのバリアをタイミングよく使えるよう手動に切り替えます。構えていたエヴァンのバリアを発動します。後期の審判を6回耐えきるのは難しいため、最後は被弾しました。すぐにダラクフレイの S2 バリアや S1 ヒールで次の全体攻撃で落ちないよう備えます。2回目の罪悪の木が来ました。通常ラッシュでは 33% に微妙に届かない気がしたので、ソウルエポンを使ってラッシュをかけ直します。ソウルエポンは出し惜しみなく使うことが大事です。後期の審判をエヴァンのバリアで耐えます。表 S2 の魔法陣を敷いておくとヒールをしてくれるため生存力が上がります。残り 30% を切ったので最後のラッシュを仕掛けます。通常ラッシュ、ソウルエポンを使ったラッシュと続けて100名の体力を削り切ります。
加護の雷を使うのが少し遅かったですが MP をゼロにするのは重要なので忘れないようにしましょう。残り8秒でなんとか撃破できました。つまんないの。それでは各キャラクターのステータス超越の紹介になります。アセリカは専用武器効果で魔法アンプが 20% から 50% 上昇させれます。またスキル4で敵の攻撃力を 20% 減少させることができ、超越を取ると 30% に変更されます。S4 の宝物で魔法アンプがさらに 10% から 25% 付与できます。ステータスと超越はこんな感じです。モーラは専用武器効果で通常攻撃時 20% の確率で10秒間対象の攻撃力の減少、非ダメージアンプがあるため、ステータスは攻撃速度を意識したオプションで取ります。またスキル4の超越闇で魔法ダメージアンプ 40% があるのでこちらも取ります。あとは S3 の宝物で対象の魔法防御力ダウンがあるのでこちらを取っていきます。ステータスはこんな感じです。超越はこんなんです。テイリーは S3 超越光を取ることで物理魔法両属性のアンプ 45% を取ることができます。また S4 超越光で敵の攻撃力を 20% 減少させれます。あと S1 の宝物を使うことで8秒間尺目のガード率を0にすることができます。ステータスはこんな感じです。超越はこんな感じです。前衛最後はソニアになります。主に尺目の CC ゲージの削り役となります。スキル4が発動すると魔法アンプ 70% 発動するため、これを発動させやすくするために攻撃速度を多めに盛ります。さらに黒ダガーも持たせて相手の MP 阻害も考えています。宝物はスキル4の稲妻のコテがいいと思うんですけれど、私は手持ちがなかったので適当な宝物を使っています。ステータスはこんな感じです。超越はこんな感じです。TP を 95% にして S4 超越光が取るのをおすすめです。後衛最初はラブリューです。ステータスはこんな感じで、死なない程度にクリティカルダメージを多めに取っています。超越はこんな感じです。S1 超越光で魔法アンプ 25% 上昇させて、S2 の闇で攻撃力 20% を取りに行っています。S3 のクールタイム削減も取っています。宝物は S2 が私は凸進んでいるので使っていますが、凸が進んでいるのであれば S3 の方がおすすめです。次はディーラーのゼラです。装備はフルカオビになります。ステータスはこんな感じです。
超越はこんな感じです。エヴァンのバリアで耐えるので S3 の超越は取っていません。完全にリーダー仕様の超越にしています。宝物はラッシュのダメージが増やせる S1 の宝物がいいと思います。ヒーラーは堕落フレイになります。もはや説明不要の超絶ヒーラー&バッファーです。ステータスはこんな感じです。超越はこんな感じで S1 超越光のダメージアンプ 20%、 S3 超越の雷の MP の減少効果、 S4 超越でディーラーの攻撃と攻撃速度増加、この辺を意識して取っています。宝物ですが S2 の方が適性は高いと思うのですが、私は S4 の方が凸が進んでいるので S4 を採用しました。最後はエヴァンになります。エヴァンは S3 の宝物と S3 の超越光でシールドを解除できないようにして尺目の後期の審判を耐える構成です。そのためステータスですが、最大ヒットポイント1000万、物理ガード1000をめどに残りは攻撃力に全振りします。また、もし魔導装備で防御力 25% 減少、攻撃力 50% 増加、この追加スキルを持っていれば採用しましょう。尺目の攻撃は防御力無視なので、こちらはデメリットはありません。ステータスがこんな感じです。超越はこんな感じです。エヴァンはとても敷居の高いキャラクターですが、それに見合った働きをしてくれるため、とてもおすすめのキャラクターです。異形の闇釈目球団は現状の最難関エンドコンテンツのためとても強いボスですが、このような構成でなんとか倒せました。皆さんの参考になれば幸いです。それではご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。